にちは。カフェと囲碁日だまりのまれです。今日は当店で初めて開催する日だまりオンライン対局会の様子をお届けします。なぜこの会を始めたかと言いますと、コロナウイルス感染予防の対策で、休業要請が出ている業種とかもあると思うんですけど、飲食店は出てないので、うちのお店は時短営業で営業を細々と続けております。ただですね、これいつ終わるかわからないっていうことで、オンラインのサービスを始めた方がいいなと考えました。実際にオンラインサービスってどんなものができるかなと考えていて、4月末にですね、半年に1回やっている長屋梅酒杯というのを開催する予定だったんですけど、それは延期になりました。なので大会をオンラインでできたら大会自体を中止にする必要もないかなと思って、まず第1回目トライアルをしてみようと思い、今回に至ります。そのアイデアが思いついて1週間ぐらいで準備したんですけど、結構映像いろいろ大変だなと思うことがあって、でもトライアルなので今日やってみてブラッシュアップして5月ぐらいに皆さんにちゃんとした形にしてお届けできればと思っているので、今しばらくお待ちくださいませ。今ちょっとこれ撮ってるの営業前で大会がまだ始まってないのでどうなるのか全然わかんないんですけど、これからオンラインサービス始める方が増えると思うのでご参考にしていただければと思います。それではまだ見ぬ世界へ皆様をお連れします。最後まで見てくださいね。よろしくお願いします。来た。オッケー。はい、皆さんすいません、お待たせしました。今日日だまりオンライン対局会にご参加いただきありがとうございます。実は今ここにこんな感じで日だまりウェブチームはここにいまして、ちょっとトライアルっていうことで大会を、対局会ですね、やらせていただきます。やっぱですね、コロナウイルスの影響はもうひどいものがありまして、4月の末に長屋梅酒杯を企画してたんですけど、ちょっと今できる現状ではないなと思って、でちょうど先週の今日かな、社員さんの YouTube に上げたインタビューをした時に長屋オンライン長屋梅酒杯できないかなっていう話になって、でじゃあ1回 Zoom と OGS 使ってやってみようっていうのが今日のこの1回目になります。カールごめんね、 I speak in Japanese only だからごめんね、just moment。 そうでなんだったっけ、一応3時間を予定してまして、2局対局をしてもらいます。でこのオンライン化が可能になるとですね、日だまりに今まで来てくれた外国人の人と日だまりワールドカップできるなと思ってちょっとそれを私は目標にしているので、またちょこちょこトライアルやってからの運用にはなると思うんですけど、楽しみにしていただけたらと思います。で、ルール説明はちょっと高橋の方からしてもらうのでちょっと変わります。はい。そうで、はい、始めちゃって大丈夫なんですか？大丈夫。こっちがじゃあブレイクアウトルーム。ブレイクアウトルーム。やっぱかっこいい。はい。ごめんなさい。すいません。ですね、対局する人同士でその2人しか入れない部屋みたいなのに割り振っていくので、ちょっと待ってくださいね。割り振っちゃうとこっちの画面が見れなくなっちゃうので、この対局画面って皆さんキャプチャーできそうですか？できなさそう。できなそう。どうしようかな。そういう問題あったね。キャプチャーができない。カールあれ、カールいる？カードいるよ。面白いね。あっちが YouTube 用なの。
あれはあれ YouTube。あ、なるほど。僕あっちがカメラだと思う。あっちに向かって喋っちゃう。あ、そうそう、あっち YouTube。こっちね、こっち。Cool, we can't hear you because your microphone is off. Okay, can you hear us? Okay, okay, yeah, we can hear you. Okay, 顔は黒ですか？カールが。Okay, so you're black, so can you send the invitation to your opponent using the settings at the bottom? 黒番のはず。これだ。ケンタロウと。Yeah, On. so 2 stones to own or can 0322. Kentaro. はい。はい。皆さん、対局準備できた感じですか？はい、いいです、いいです。じゃあ、Let's start. OK? 来た？あ、受けちゃって OK です。で、はい、じゃあ皆さん、頑張ってください。OK？OK？ 30分しかないから、それで。間違えた？間違えたら、盤面間違えた。画面どういうこと？誰が？盤面間違えた？あ、ちょっと待って。取り消せ。はい。はい。部屋を分けますんで皆さん失礼します。参加を押してください。参加を押したら2人になるんで。参加を押すとですね、その2人だけに部屋がなるんで、今多分送られて、Zoom のところに送られるはずです。いけたかな？カール、いや、OK。徳田さんかなと。小林さんがいけてないか。なんか参加みたいなの Zoom 上で来てないですか？井上さんの対局に集中できてそこに押せてないです。あ、OK です。OK かな。参加っていうのを押してもらえたら。ていくんは来た？Zoom で参加っていう、ちょっとね、タイムラグがあるかもしれない。参加ってしてくれれば。参加がない。だんだん反応してきましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。参加がない。あ、ていくんはいけた。まだ、明日、はい、お願いします。いや、今ね、小林さんがミーティングにまだいるんですよ。それを来ました？ OK。あ、みんないなくなったかな？いや、小林さんが参加してますだけですね。あ、OK、パーフェクト。これでみんな頑張ってって。すごい、何も音がしなくなった。いきなりざわざわがなくなりました。面白いな。対局2局目の対局組み合わせ中です。ネクさんとカードって打ったことあります？あった気がするな。うん、そうだった気がする。はい、次すべて置物です。これ？はい、こっちです。これ？はい。
これはいおお、もうそれしかない。もう近い手はありえないから。今から組み合わせて作ってこの人になる。面白いね。一番懸念っていうカールとテイクうんカールとテイクも出てないですか？当ててるよ。あ、出てます、うんその二人がうまくコネクションできるっていう。だって中そうでしょ中国だ、そうだそうだ、逆にできるよ完璧じゃないか。むしろ同じ言語じゃない。確かに。逆に全然大丈夫じゃないか。あ、ちょっと待って。あ、そうだよね。この人が白だよね。こう。で、この人がこう。この人は。カール2回登場してるよ。そうカール2回で、本当だ光一さんがいない。本当だ。じゃあ、そうか。あ、そう。じゃあこれを光一さんにしようと思ってたんだ僕。そっちのテイクの方。こっちが光一にしてましょう。で、光一さんとテイ君はごめんなさい、6子ぐらいで。どっちがどうなった？これ黒が目なしで今死にそうなので、あ、そうだよね。ここを切ってこの子を争いながらこの3つを取っちゃえばあまだわかんないけどちょっと厳しそう。カールここに打った？それは残念でした。お疲れ様です。ここら辺に打てば一番面白い。カールでも十分強いけどわかんないもんいね。や強くなった。いやてか強くなったな。カール？うんあ、そうなんだ。強くなった感じです。あ、動かないでつないでつかさせ、カール is getting stronger than before。今事件が起きたところでちょうどこの現場にいる井上さんの小さい悲鳴が僕の耳に聞こえてきました。これはヒロムさん、打って返しを勘違いしましたね。どっちが間違っちゃった？最初井上さんがミスってその後広村さんがミスで開始した。やばい、もう事件もう親こっちで解説してる。これ最高に面白いですね。いやお、今食らいついてますねカールさん。多分残り時間がちょっと足んないかな。3分か。3分だから最後まで打てないかな。今ここ切って伸びたところで白はここら辺かけ継ぎかつなぎ打てば安全ですね。白あ、出てったか。出てもまあ抜きに変わってからここら辺守れば一応安全。これ手抜いてどっか打って例えば羽とかコスミ打った時にここ切られると一気に危険ですね。かけ継いだ。あ、かけ継ぎますね。それはそうだ。あと大きいのはこの押さえかここ住むのも大きそうだけどね。押さえか羽が一番大きそう。あ、でもこの中央が危ないのかないか。それが危ないと思ってた。これは危ないと思ってますね。これも狙いある手ですよ。あ、そうなんだ。ここコスミ付けが一番分かりづらくて、もし抜いたら放り込んでこうになるっていう手が難しいんだけど、実はコスミ付けとここつなぐのが三好で一応しのいで、
ただ難しい。勝手に音感解説できるのかな。いいですね。今日の様子はこの私の前に別のビデオカメラがあって、ちょこちょこそれを撮ったので、後々 YouTube にまとめて、うちがこんな感じでしたっていうのはアップする予定なので、そこでなんかこっちでやってた検討の世界みたいなのもちらっとお見せできるかと思います。そうですよね。いや、そうそう、そのブレイクアウトルームは入っちゃうと私たちも見れないんですよ。その中が実は全然その参加者の人たちが誰もいなくて何の声も聞こえない状態で、その OGS の画面をプロジェクターに映し出して見てるだけなので、なんかいつもパチって音が聞こえるのに無音ってなんか寂しいなとかってちょっと思いましたね。とりあえず私からこのありがとう画面の共有だけちょっとこれだけありがとうございました。はい、お疲れ様です。いかがだったでしょうか。ちょっとどんな風に編集になってるか、編集になる前に撮ってるんでわかんないんですけど、このオンライン対局会第1回目なんですけど、結構面白かったですね。いや、普段こう顔を合わせている人とオンライン上で会うっていうのもいいもんだなと思いました。あとちょっと予想しなかった楽しみ方が実はあって、普段はこの日だまりで大会をやるときはそこにお客様がいらっしゃってパチっていう音が聞こえるじゃないですか。でも今回はオンライン上でやったから全然そういう音が聞こえなくて、かつ Zoom のブレイクアウトルーム機能っていうのを使ったので、対局してる2人はその2人しか見れない部屋にこう入っちゃってるんで、私の画面には誰もいない状態になってるんですよね。で、別のモニターで今回参加者が10人だったので5面同時に見てたんですけれども、その5面をプロジェクターに映し出してて、それについて野狐九段の司の講義が私だけ聞けるっていうのをちょっとかなり贅沢でしたね。日頃お客様が大会に参加している時ってもう口出しになっちゃうから何も言えないじゃないですか。でも今回はそういった、発言権が高橋にはあったんですよね。なので画面を見ながら「うわーここうまいな」とか「うわーここ打ってほしい打った!」とか、なんかそういう面白さがあったんですよね。これは今こういう状況なのでお店にお客様は来れないかもしれないですけど、この先、そのコロナウイルスが落ち着いて撮影がある時とかは観覧席っていうのあってもいいのかなと思いました。きっとプロの先生の対局とかは別室でモニターがあって同じようなことをしてると思うんですけど、なんか自分の知ってるお客様の大会でもこういうことができるっていうのは、いや今までない発想だったのでとても面白かったです。これは個人的な感想になりますが。で今日参加してくれた10名の方にはいろんなフィードバックをいただいて、次回までに解決できる部分に関しては、ブラッシュアップしていきたいと思います。で、実はもう第2回目日だまりオンライン対局会の日付が決まっています。来週4月18日土曜日の14時から18時まで開催いたします。今回は対局2局で終わってたんですけど、次回は対局2局プラスその日のハイライトなどを見る、交流会のようなものをつけようと思っています。なので、1人持ち時間40分40分プラスその2人での検討が20分が2セットプラス40分という形で4時間、皆様と交流できたらと思っています。次回に関しましてもトライアルのため無料で開催いたします。今回は募集枠を広げまして16名様までご参加いただけるようにしました。なのでもしこちらを見ていて参加してみたいなという方がいらっしゃったら、公式 LINE かメールアドレスの方にご連絡をいただけますでしょうか。
まあ今回初めてで次回もうそう完璧に上手にできるかは分かんないんですけれども、まあ、できるだけ早く皆様に、楽しんでいただけるコンテンツを作りたいと思っています。まあ、きっと外に週末出られない方も多いと思うので、よかったら参加してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。では次回またお会いしましょう。さようなら。